日本で実際に起きた話をします。2026年3月のことです。私はドキュメンタリーの撮影のため、深夜の広島を訪れていました。場所は原爆ドーム。あの日、街ごと焼き尽くされた記憶を今も静かに背負い続けている建物です。周囲に人の気配はありませんでした。街灯の光だけが廃墟の骨格を淡く照らしていました。私は一人でカメラを構えていました。三脚を立て、ライブビュー画面を確認しながら構図を整えていた時のことです。画面の奥に何かが映っていました。人の形をした黒い影、私の背後に静かに立っていたのです。全身の血が一瞬で冷えました。すぐに振り返りました。誰もいませんでした。街灯の光の届く範囲をくまなく確認しました。それでも誰もいませんでした。気のせいだと思い、再びカメラの画面に目を向けました。影はまだそこにありました。しかもさっきよりも少しだけ近くなっていました。私はその場から動けなくなりました。足がすくんでいました。恐怖というより何か得体の知れないものに見られているという感覚でした。撮影を切り上げ、足早にその場を離れました。宿に戻り、深呼吸をして記録した映像を再生しました。そして気づいてしまいました。影は最初から動き続けていたのです。少しずつ、少しずつ、私の方へと近づきながら、そしてもう一つのことにも気づきました。あの影は私の背後にいたのではありませんでした。カメラの画面越しに見えていたあの影は私の前に立っていたのです。この話には続きがあります。次はあの夜に至るまでの私自身の日常からお話しします。私は映像ディレクターとして働いています。戦争と記憶をテーマにしたドキュメンタリーを長年制作し続けてきました。歴史の痕跡を映像に残すことが私の使命だと信じていました。2026年3月のことです。新しい作品のロケハンで広島を訪れることになりました。旅の目的はただ一つ、原爆ドームを自分の目で見ること、そしてカメラを通してその場所の空気を記録することでした。出発の朝は穏やかでした。桜が咲き始めた季節で、風は柔らかく、どこか春のぬくもりを感じていました。新幹線の窓から流れていく景色を眺めながら、私はノートに撮影プランを書き込んでいました。夜間の撮影、照明なし、三脚のみ、できる限り、その場所の自然な姿を記録したかったのです。広島に着いたのは、午後の遅い時間でした。チェックインを済ませ、夕食を軽くとりました。その日は、特に変わったことは何もありませんでした。街は静かで、人々は普通に笑い、普通に歩いていました。ただ、夕暮れ時に川沿いを歩いた時、少しだけ胸が重くなるような感覚がありました。うまく言葉にはできませんでした。でも、何かが、私を引き寄せているような気がしていました。日が完全に沈んだ頃、私はカメラバッグを肩にかけました。そして、一人で夜の街へと出ました。誰にも告げず、アシスタントも呼ばず、ただ一人で原爆ドームへ向かいながら、私はまだ何も知りませんでした。その夜、カメラの画面に映し出されるものを、そして、それが何を意味するのかを、次は、あの夜の入り口で、最初の異変が起きます。原爆ドームへと続く道は、思ったより暗かった。街灯はあった。でも、光が届かない場所が、確かにあった。IMG、夜の広島の街並み、街灯が点在する暗い道、橋を渡るとき、川面から冷たい風が吹いてきた。3月の終わりとはいえ、肌に刺さるような冷たさだった。天気予報では、そこまで気温は下がらないはずだった。でも、確かに寒かった。異様なほど、寒かった。IMG、夜の元安川、暗い水面に街灯が反射している。ドームが見えてきたのは、橋を渡りきった直後だった。夜の中に、あの骨格だけになった建物が、静かに立っていた。音がなかった。人もいなかった。風さえも、その瞬間だけ止まったような気がした。私はカメラバッグを下ろし、三脚を取り出した。作業をしながら、ふと気づいた。匂いがする。焦げたような、古い木が燃えたような、そんな匂いだった。周りを見回した。木を使っている場所は、どこにもなかった。屋台も、人も、何もない。それでも、匂いは確かにあった。私はそれを、
川の匂いだと思うことにした。気のせいだと、自分に言い聞かせた。IMG、夜の原爆ドーム前景、暗闇の中に静かに佇む廃墟の建物、三脚をセットして、カメラを起動した。液晶画面が青白く光る。その光だけが、私のそばにある唯一の明かりだった。ファインダー越しに、ドームを見る。静かだった。何も、起きていなかった。私は深呼吸をして、録画ボタンに指をかけた。その時、背後で、小さな音がした。砂を踏むような、かすかな音。振り返った。誰もいなかった。風もなかった。それでも、私の首の後ろだけが、じわりと、冷たくなっていた。私はもう一度、液晶画面に目を戻した。そこには、ドームが映っていた。そして、その画面の中に、はっきりと、私には見えたのです。画面の中に、それは、いた。ドームの輪郭の、すぐ左側、暗闇に溶け込むように、けれど確かに、そこに立っていた。人の形をした、黒い影。私は目を細めた。見間違いではなかった。IMG、夜の原爆ドーム。カメラの液晶画面に映る黒い人影。緊張した手元のアップ。輪郭は、はっきりしていた。頭があった。肩があった。そして、こちらを向いていた。私は息を止めた。声が出なかった。体が動かなかった。ただ、画面だけを見つめていた。その影は、微動だにしなかった。風もなく、音もなく、ただそこに立っていた。まるで、最初からそこにいたかのように、私はゆっくりと、画面から目を離した。そして、もう一度、振り返った。暗闇が広がっていた。誰もいなかった。街灯の光が、川面にぼんやりと揺れているだけだった。それだけだった。IMG、夜の川辺、街灯の反射、誰もいない暗い空間。私は再び、画面に目を向けた。影は、まだそこにいた。消えていなかった。そして、気がついた。さっきより、近くなっていた。確かに、近くなっていた。私の体の中で、何かが警告を発していた。逃げろ、と。でも、足が動かなかった。カメラを握る手だけが、小刻みに震えていた。2026年3月のあの夜、私が恐れていたのは、背後に何かがいることではなかった。本当の恐怖は、もっと後になって、わかった。画面の中で近づいてくるその影が、私の後ろではなく、最初から、私の前に、いたということに、目が、あった。それは、確かなことだった。カメラの画面越しに、あの黒い影と、目が、あった。IMG、原爆ドームの夜、カメラの液晶画面に映る黒い人影のアップ。目が光る演出。人間の目ではなかった。光もない。温かさもない。ただ、こちらを、見ていた。じっと、ずっと、最初から、ずっと。私は息を止めた。体が固まった。カメラを手放すことも、叫ぶことも、できなかった。ただ、画面の中のそれを、見つめ返していた。どれくらいの時間が経ったのか、わからない。5秒かもしれない。5分かもしれない。その時、聞こえた。低く、小さく、でも、はっきりと、私の名前を、呼ぶ声が、IMG、暗闇の中、耳を押さえる人物のシルエット、恐怖の表情、誰も、いないはずだった。深夜の原爆ドーム、周囲に人影はなかった。それでも、声は聞こえた。私の名前だった。間違いなく。私の名前を、呼んでいた。声は、外から来ていなかった。頭の中でも、なかった。もっと近く、もっと、内側から、響いていた。その瞬間、私は走り出した。カメラを抱えたまま、振り返らずに、ただ走った。あの場所から、離れることだけを考えて、ホテルに戻り、部屋の鍵を閉め、ベッドの上で膝を抱えた。呼吸が、整わなかった。あの声が、まだ耳に残っていた。翌朝、私はその映像を、もう一度、再生した。画面の中の影は、消えていなかった。そして気づいた。あの目は、まだこちらを向いていた。録画された映像の中で、今も、ずっと、あの夜以来、何かが変わった。日常に戻ったはずなのに、あの声が、ふとした瞬間に、聞こえる気がした。広島から、帰ってきた。荷物を片付けて、シャワーを浴びて、いつもの部屋に戻った。何もかもが、普段通りだった。
なのに、何かが違った。最初に気づいたのは夜だった。眠れない夜が続いた。目を閉じると、あの影がまぶたの裏に浮かぶ。原爆ドームの夜の空気がまだ肌に張り付いているような感覚があった。気のせいだ、と思った。あれは映像の乱れだ、と何度も自分に言い聞かせた。でも、数日が経った頃、台所で水を飲んでいると、背後で何かが動いた気がした。振り返っても、誰もいない。カーテンは閉まっている。窓も、鍵がかかっている。なのに、確かに、何かが、いた。そんな感覚が、日に日に、強くなっていった。ある夜、再び、あの映像を開いた。何度目かの再生だった。影は、相変わらず、そこにいた。だが、この日、私は初めて、別のものに気がついた。影の輪郭が、以前よりも、はっきりしていた。いや、違う。映像が変わったのではない。私の目が、慣れてきたのだ。あの形に、あの存在に、そして、ふと思った。あの影は、広島に置いてきたはずだった。でも、今、この部屋の中で、私は一人ではないような気がしている。背中に、視線を感じる。画面を見つめる私を、誰かが、見ている。そう感じた瞬間、スマートフォンの画面が、一度だけ、暗くなった。電源は、切れていなかった。ただ、暗くなって、また、戻っただけだ。でも、それだけで、私は動けなくなった。あの影の正体が、何なのか、それを知ることが、果たして、正しいのか、迷いながらも、私は、調べ始めることにした。調べ始めると、すぐに一つのことに気づいた。原爆ドームの近くには、かつて、多くの記録が残されている。1945年8月6日、あの日、この場所で亡くなった人の数は、数えきれない。しかし、私が気になったのは、数字ではなかった。場所だった。私が三脚を立てた。あの位置だ。IMG。古い地図と原爆ドームの位置を重ねた画像。資料を調べていくうちに、ある証言が目に留まった。爆心地から最も近い場所で、最後まで建物の中に残っていた人々がいたという。逃げることができなかった人々だ。そして、その建物の方角は、私が撮影していた場所から真正面だった。影が現れていたのは、私の背後ではなかった。カメラのレンズの向こう、つまり、私の前方だった。後になって気づいた。ライブビューの画面越しに見えていたあの影は、ドームの方向から、こちらを向いていたのだ。私を見ていたのではなく、ドームを見ていたのかもしれない。ずっと、あの場所を、離れられずにいる存在が。でも、なぜ、私のカメラにだけ映ったのか。その答えに近づいたとき、私は一枚の古い写真を見つけた。撮影者の名前は、記されていなかった。ただ、そのアングルが、私が撮影したフレームと、ほとんど同じだった。同じ位置、同じ向き、同じ夜の空気。偶然だと、思いたかった。でも、その写真の隅に、小さく書かれた文字を見たとき、私の手が止まった。日付は、3月だった。そして、その影は、写真の中でも、カメラに向かって、立っていた。次の夜、私は再び、あの場所へ向かうことを決めた。また、あの場所に立っていた。2026年3月、深夜の原爆ドームは、昨夜と同じように、静かだった。いや、静かすぎた。風もなかった。虫の声もなかった。何もかもが、息を潜めているようだった。カメラを三脚に固定した。レンズを、あの窓に向けた。ライブビュー画面を、ゆっくりと確認した。最初は、何もなかった。ただの廃墟、ただの夜、ただの静寂。私は、息を整えた。録画ボタンを押した。その時、画面の中に、それが現れた。昨夜と同じ場所に、昨夜と同じ姿で、黒い影が、立っていた。だが、今夜は違った。その影は、動いていた。ゆっくりと、確実に、こちらに向かって、歩いてきていた。私は、カメラから目を離せなかった。画面の中の影が、一歩、また一歩と、近づいてくる。足音は、しなかった。気配も、なかった。それなのに、画面の中だけで、距離が縮まっていく。私は叫ぼうとした。声が、出なかった。体が、動かなかった。影は、画面いっぱいに広がった。次の瞬間、
カメラの電源が落ちた。完全な暗闇の中で、私は立ち尽くしていた。そして、耳元で、何かが、聞こえた。声ではなかった。言葉でもなかった。ただ、息のような、かすかな音が、私の、すぐ隣で、その音を聞いた瞬間に、私は全てを理解した。影は、ずっとカメラの向こう側にいたのではなかった。最初から、私のそばに、いたのだ。翌朝、私はあの場所を離れた。カメラに残った映像は、最後の数秒だけが、記録されていた。あの朝、私は広島を離れた。荷物をまとめる手が、震えていた。何かが変わった。という感覚があった。でも、何が変わったのかは、うまく言葉にできなかった。IMG、夜明けの広島の街並み、静かな川面に光が反射している。新幹線の窓から、街が遠ざかっていくのを眺めていた。原爆ドームの姿が、一瞬だけ見えた。そして、消えた。私はその日から、夜に一人で撮影することをやめた。理由を聞かれても、うまく答えられなかった。ただ、あの場所で感じたことが、まだ消えていなかった。IMG、新幹線の窓から見える遠ざかる街の風景。帰宅してから、しばらくカメラに触れなかった。機材をケースに入れたまま、部屋の隅に置いていた。1週間が過ぎた。それから、もう1週間、カメラを開く気になれなかった。あの映像が、まだそこに入っているから。IMG、薄暗い部屋の隅に置かれたカメラケース。2週間後、ようやく映像を確認した。最後の数秒だけが、残っていた。それ以前の映像は、なぜか記録されていなかった。原因は、わからなかった。その数秒に映っていたものを、私はまだ誰にも話していない。IMG、パソコンの画面に映し出された暗い映像の静止が、ただ、一つだけ確かなことがある。あの夜から、私の中で何かが、静かに変わった。怖い、という感情ではなかった。むしろ、深く、重い、静けさのようなものが、胸の奥に残った。あの影は、何を伝えたかったのか。あの息のような音は、何だったのか。IMG、夜の原爆ドームのシルエット、水面に静かに映る。2026年3月、私はあの場所で、確かに何かに、出会った。それが何であるかを、私はこれから先も、ずっと考え続けると思う。そして、この話には、もう一つだけ、続きがある。あの映像の、最後の数秒に映っていたもの。それを、次の話で、あなたに伝えたい。あれから、もう何週間も経った。でも、あの夜のことは、まだ頭から離れない。広島の風、川面に揺れる光、そして、カメラの画面の中に、静かに立っていた。あの影、IMG、暗い川沿いの夜景、遠くに原爆ドームのシルエット、不思議なことが、ある。帰国してから、ふとした瞬間に、あの感覚が戻ってくる。誰もいない部屋で、背中がざわりとする。振り返っても、何もない。でも、確かに、何かがそこにある。ような気がする。それが恐怖かと言われれば、少し違う。どちらかというと、呼ばれているような、そんな感じだ。あの影は、まだ、私のそばにいるのかもしれない。それとも、伝えたいことが、まだ残っているのかもしれない。私にはわからない。ただ、一つだけ確かなことがある。2026年3月のあの夜、私は一人ではなかった。次の話を、聞いてほしい。